ARZ125 リハイゼ。この機体はベラーズ紛争後火星へと逃げ延びたギレン派が組織するレジオンによって開発されたレジオン総帥アリシアザビ専用機である。開発といってもグリプス戦役時代に TR 計画のもと開発された RX124 ハイゼンスレイ2をレジオンが旅客し、装甲形状、センサー類などネオジオン系モビルスーツ、モビルアーマーに近しい改修を施した改造機であり、その外観的特徴は TR 計画を象徴とするガンダムタイプではなく、後の動画系やサザビーを思わせる形状を成している。このことからティターンズ残党兵からは本機の改修を魔改造された機体と称されている。 ARZ124WD TR6 ウンドウォートレジオン使用機。グリプス戦役終盤 TR 計画で開発された TR1 から TR5 までの実験機で得られた運用戦闘データを集約し、用途別に開発された強化パーツを換装することであらゆる戦局に対応可能なハイスペック万能兵器が誕生する。その万能兵器の中核をなし、強化パーツの換装によって多種多様な形態へと変化可能な TR6 シリーズの素体となるハイスペックモビルスーツが TR6 ウンドウォートである。素体としての役目を担うため最低限の装甲のみで通常のモビルスーツよりも小型化しており、強化パーツ換装時には四肢を折りたたむことで換装を実行し、各形態時にはジェネレーターとして機能するため、背部のブーストポッドに1機、左右の大腿部に2機、計3機の TR 型ジェネレーターを搭載。この3機の TR 型ジェネレーターによってウンドウォート短期でも高機動戦闘が可能となり、モビルアーマー形態への変形も可能な本機は大気圏内でも大出力を用いた空戦能力を獲得している。胴体部は分離機構を備えるコクピット内蔵式の緊急脱出ポッドプリムローズ2で構成されており、機体の背骨にあたる部位には TR 計画で開発された万能時空系ドラムフレームが採用され、下半身部やバックパックがドラムフレームを介して装着されている。このプリムローズ2はボールやオッゴなどのモビルポッドに分類され、 OS にはモビルスーツの性能を次世代クラス以上にグレードアップさせ、複雑な管制システムを統合可能な強化人間人格対応 OS 通称バニスが搭載されている。 TR 計画の根幹をなすあらゆる任務にモビルスーツを対応させるという万能化換装システムはこのバニスによって制御されており、戦場においてあらゆる状況に対応可能な急増的換装を求められた TR シリーズにとってバニスによる自動換装、換装補助、遠隔作業が必要不可欠とされた。その代表的な例として火星のパイプライン爆発の災害現場ではウンドウォートの左腕部をリバウンドドックの大型クレーンに換装。機体の安定化を図るため両脚部をローザックの脚部に換装し、現地換装仕様となるウンドウォート剣機形態として完成させている。通常であれば3機の剣機が必要となる作業をその場にあるパーツを流用し、ウンドウォート1機で対応可能にしており、現地回収におけるパーツの組み合わせは無限の可能性を秘めていると証明してみせている。この素体となるモビルスーツを中核にパーツ換装による万能化を目指すという概念は一年戦争末期に開発が進められた RX81 G ラインを始祖としており、その後 TR 計画を経て宇宙世紀100年代に進められたフォーミュラー計画にその系譜のつながりを見ることができる。グリプス戦役末期に完成を果たした本機は地球連邦軍内で居場所を失いアクシズと合流を果たしたティターンズ残党軍トライステラーによって他の TR 計画機とともに火星へと持ち運ばれ、レジオン使用機として漆黒のカラーリングが施された状態で再生を果たす。このウンドウォートレジオン使用機はレジオン建国戦争でその力を遺憾なく発揮し、総帥であるアリシアザビ専用機に加えて親衛隊専用機として一定数の量産化がなされ、さまざまな形態変化を駆使した火星全域を防衛する守護者として君臨することになる。余談ではあるが、火星に落ち延びたティターンズ残党軍の中にはドナルドと名乗る人物が存在し、不死身の第4小隊の一人として知られるベルナルド・モンシアと思われる人物が登場している。レジオン軍に配備されたウンドウォートの中でもレジオン軍総帥アリシアザビの側近として付き従うレジオン軍副総裁グロリアザビなどに与えられた限定機には指揮官使用機となるウンドウォートサイコブレードカスタムが配備されている。この機体は頭部の額部にサイコブレードと呼ばれるサイコミュ送受信用のブレードアンテナが搭載されており、その外観は
翼の生えた少女を模した装飾が施されている。もともとはバニスを開発する計画、オーバーザマインド計画と連動した開発経緯を持ち、搭乗者となるニュータイプや強化人間が発する強力なサイコウェーブを受信し、 TR6 に搭載されたファンネルなどのサイコミュ兵器の同調率を上昇させるほか、味方の EWAC 機と連携することで戦場の情報を俯瞰的な視点で統制できる機能も有している。 RX124 ガンダム TR6 ハイゼンスレイ2レジオン使用機。 RX124 ガンダム TR6 ウーンドウォートに高速戦闘用強化パーツを装備させた高速戦闘形態。ティサーンズのフラッグシップ機になることを想定し開発されたことで、コスト度外視の高性能を獲得しており、上半身を構成する G トップファイター、下半身を構成する G ボトムファイターからなる分離合体機構を備えている。レジオン使用機においては、レジオンのリーダーであるオメガとアリシア・ザビがそれぞれトップファイター、ボトムファイターに登場し、レジオン建国戦争で活躍したと言われている。 G トップファイターはウーンドウォートを素体に各種強化ユニットで構成された高速戦闘機能力を有する機体であり、変形時の機首部と胸部にメガ粒子砲を内蔵し、コンポジットシールドライフルがジャバラアームによって保持。 G ボトムファイターは大型クローアームと左右のスプレッドビーム砲を中心とした重モビルアーマーのような運用が可能となっており、股間部に内蔵されたビームサーベルはビームライフルモードとして運用される。 TR 計画の機種統合計画における RX110 ガブスレイの代替後継機、つまり発展機として開発された本機はエウーモのゼータ計画機 MSZ010 ダブルゼータガンダムや MSA0011EXT イクセスガンダムなどへの対抗機でもあり、モビルアーマー系対時には大気圏内飛行能力や空戦能力、大出力を有し、優れた運用柔軟性を獲得。さらにガンダム TR6 の強化支援戦闘機フルドド2と合体することでハイゼンスレイ2ラーへと強化され、このハイゼンスレイ2ラーを起点にさまざまな強化ユニットを装着し、ガンダム TR6 インレなどの戦略兵器として運用することが可能になっている。レジオン建国戦争の終結後、ジオン系の外装ユニット強化パーツを装着した大規模改修が施され、レジオンのフラッグシップ機 RX125 リハイゼが完成することになる。リハイゼの機体構造。レジオン総帥アリシア・ザビ専用機であるリハイゼは原型機のハイゼンスレイ2と同じくモビルアーマー形態への変形機構を有しており、大気圏からの離脱再突入能力を併せ持っている。この可変機構は宇宙世紀の万能時空家とも呼ばれるドラムフレームが中核を成しており、変形の際は腕部がショルダーアーマー内に収納され、腰部が180度回転した後に脚部が前後に分かれて折りたたまれ、モビルアーマー形態へと変形。シールドブースターは腰部前面の学習出によって保持される。モビルスーツ形態時には腰部に位置する機首部に大口径メガ粒子砲が内蔵されており、モビルアーマー形態時の機体前面に位置する脚部はクローアームとしての機能を有していることから、可変モビルアーマー特有の高機動高火力を実現した一撃離脱戦法を得意とする機体として完成。肩部はベース機であるハイゼンスレイ2と同じくウェポンコンテナとしての機能を有しており、大気圏内用投擲兵装トライブレードをはじめファンネルやミサイルポッドなど戦況や運用に合わせた換装が可能になっている。さらに機体各部には重力化飛行用推進機が増設され、ベース機よりも格段に機動性が向上。リアスカートにおいてはブースターと一体化した構造を採用し、機動力重視ともいえるその機体構造はレジオン総帥の火星の大空を飛翔し、自身が地上の支配者であることを誇示するという意思の表れであると言われている。また腰部にはアンバック視の機能を持ち、内部に TR 型ジェネレーターを内蔵した独立可動式の大水力スラッサーテールスラッサー、脚部には変形機構を有する脚部強化パーツ、股関節部にはアイフィールドジェネレーターを内蔵した防御力向上のためのスカートを装備。脚部強化パーツの膝部にはミサイルポッドが設置され、股関節部スカートにはスプレッドビーム砲とアイフィールドジェネレーターと差し替えることで装備されるビームサーベルを保持可能な各種出が内蔵されている。送水専用機であるためサバイバリティ向上を目的に全身に重装効果が施され、改良によってハイゼンスレイ2とは一線を画す性能を持つ機体として生まれ変わっているため、型式番号の 124Hz から125へと変更。
サイコミを内蔵したニュータイプ強化人間専用機でもあることから第4世代モビルスーツに分類されている。リハイゼの武装は前述のウェポンコンテナ内の装備、膝部ミサイルポッド、股関節部スカート内蔵式のスプレッドビーム砲、モビルアーマー形態時に展開される大口径メガ粒子砲、両肩部には2機のビームキャノンに加え、胸部には大出力のハイメガ粒子砲を搭載。さらにグリプス戦役時代に開発されたガンダム TR6 のコンポジットシールドブースターをリハイゼ用に改修した改良型を装備。この装備はこれまでのヒートブレード搭載式バレルを連射型冷却バレルに変更し、射撃兵装特化型の武装として高性能化が図られるとともに、シールド後部のブースター部の強化も施されている。以上、リハイゼの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。